さあ、今回はポッドキャストみたいな感じで、こんな感じでマイクを使って、ゆっくりと文法について話していこうと思っています。はい。今日はまず、最初の動画ということで、よくある質問、よくある間違える文法についてお話ししようと思います。今日はね、中心という言葉を使った文法3つ紹介して、何が違うのかとか、結構難しいんでね、日本人にとっても説明が難しかったりとか、使い分けるのが難しかったりするような文法があるので、それについてお話しします。今回 JLPT-N3 の文法ですね。中心、3つあるのはを中心にして、でを中心として、が中心になってね。これ中心の意味は分かっても、にしてとしてになって、この細かい違いが分からないと、使い分けとか、あと読んでいて意味がちょっとずつずれてきたりとかすると思うので、今日はこれについて話そうかなと思います。まず3つの文法の共通しているところは、あるもの、このとしてとか中心としてとか中心になっての前のものですね。このつながっているものが物事、その文章で伝えたい物事の中心であるということです。じゃあ3つの何が違うかっていうと、主体性の有無、あと視点。主体性っていうのは、客観性の反対なんですけど、主体性っていうのは、主体、主っていうのは主に。で、体はなんだろうな、何々体、生命体みたいな感じで、人みたいなものを表すときに使う。で、主体性っていうのはどういうことかっていうと、自分の気持ちが入っているかとか、そのものがその文章の主人公になっているかみたいな感じで、客観性っていうのはそういうものがなくて、だから感情とか意思みたいなものはなくて、外から見た事実とかを表すのが客観性。客観的にとか客観性があるって言ったりしますよね。その主体性があるかどうかと視点、どこからその物事を見ているかっていうので少し変わってきます。で、一つずつ見ていきましょうか。を中心にしてね、を中心にしてっていうのは、まず例文をいくつか言っていこうかな。太陽を中心にして地球が回っている。太陽を中心にして地球が回っている。駅前を中心にして新しい店がオープンした。駅前を中心にして新しい店がオープンした。アンケート結果を中心にして報告書を構成しています。アンケート結果を中心にして報告書を構成していますと。3つとも少しずつ意味が違います。で、この何々を中心にしての意味、ニュアンスは物理的な中心。だから場所ですよね。場所が中心である。あとは何かの基盤になっていたり土台になっていたりするっていう意味があります。キーワードで言うと土台、あと物理的な中心、場所っていう意味ですね。で、最初の主観的とか主体性とか客観的みたいなもので言うと、これはかなり客観的です。何か意思が入っていたりはほとんどしません。かなり客観的な文法になっています。太陽を中心にして地球が回っている。これは物理的な位置ですよね。実際に太陽が真ん中で、その周りを地球が回っている。次、駅前を中心にして新しい店がオープン。これは物理的な場所っていうよりは、そこが一番多いみたいなイメージ。場所を表すんだけど、その中でも一番多いものみたいなイメージですね。だから駅前じゃないところにも新しい店はオープンしているんだけど、一番メインとなっている場所、ここが一番大事ですよみたいな、一番大きいところは駅前っていう時に、駅前を中心にして新しい店がオープン。これを聞いた時は、駅前だけじゃなくて駅前以外、横だったり後ろだったりにもあるんだけど、駅前が一番多いし、いい店は駅前に集まってるんだろうなって思ったりする。で、最後、アンケート結果を中心にして
報告書を構成しています。これはさっきのキーワードで言った土台の部分。アンケート結果がまずあって、そこからいろんなものを報告書にしていってますよっていう。アンケート結果の内容が軸になってる。この軸になってるっていう言葉も難しいんだけど、アンケート結果を中心にしてっていうと、一番大切なデータ、一番使われているデータ、この元となっているデータはアンケート結果で、そこからいろんな情報を足して報告書を作ってるよっていうのが分かる。アンケート結果を報告書にしましただと、アンケート結果だけ書いてあるんだけど、アンケート結果を中心にして報告書を作成しましたって言われたら、アンケート結果がまずあって、そこからいろんなところに展開をして報告書を作りましたよみたいな意味になる。ちょっと難しいけどね。この土台、基盤っていうような意味があります。じゃあ次、として、中心としてですね。これはさっきの場所とかではなくて、としてっていう文法がね N3 にあるので、例えば日本語の先生として働いていますみたいな職業を表したりするような文法なんですけど、それを使っています。なのでちょっと分かりやすいかな。A 社を中心としてプロジェクトが進められている。A 社を中心としてプロジェクトが進められている。2人の作家を中心として文学を語ります。2人の作家を中心として文学を語ります。自動車産業を中心として日本の経済は発展していきました。自動車産業を中心として日本の経済は発展していきました。この何々を中心としてで伝えられる、意味、ニュアンスっていうのは、何かの代表だったり、その物事の中で最も重要な存在っていうのを表すことができます。だから物理的な場所とかではなくて、もっと感覚的なものになってくる。で、さっきの例文3つの内容がちょっと難しかったと思うんですけど、その通りでちょっと硬くて改まった表現になってます。だから書き言葉で使われることが多いかな。キーワードでいくと、代表、あと、重要な存在、何かの重要な存在っていうのを表すことができるよと。で、視点の部分でいくと、客観的に近いかな。主体性が強い、主観的っていうよりは客観的な目線がちょっと強いと思いますね。まず A 社を中心としてプロジェクトが進められている。これは A 社も B 社も C 社もあるんだけど、その中でも代表の一番大きな役割を持っているのは A 社ですよっていうのが伝えられる。 A 社を中心としてプロジェクトが進められている。だから A 社 B 社 C 社でプロジェクトを進めています。その中でも一番大きなプロジェクトを任されているのは A 社ですみたいなイメージをね。これをまとめて言うと A 社を中心としてプロジェクトが進められている。2人の作家を中心として文学を語る。2人の作家を中心として文学を語る。これも似たようなものだよね。いろんな作家がそこにいるんだけど、特に2人の作家が最もその文学を語る上で重要な存在で、一番大切なことを話しているような2人であると。だからこの文学を語っている場面、文学を語っている現場で一番重要な存在を表しています。2人の作家を中心として。自動車産業を中心として日本の経済は発展していきました。これはなんだろうな、中心にしてにかなり近い、重要な存在だったり、その大きなグループ、いろんなものがある中で最も大きな存在みたいなイメージだけど、自動車産業を中心にして日本経済が発展していきましたっていうのはちょっと変な気がする。やっぱ内容が硬いから、
としてっていうのを使った方が良さそうだし、こうその物事の中での重要な役割を表すっていう意味で何々を中心としてっていうのは使いたいかな。中心にしてっていうと役割っていうよりはその中で一番大きなものみたいなイメージしかないんだけど、やっぱとしてっていうとこう、なんだろうな、ただの名前、ただのジャンルではなくて、すごくこの後ろの文章の中で重要な役割を担っていますよみたいな意味が出てくるので、これにしてにするとちょっと、柔らかくなったりとか、こう重要だみたいな意味、代表ですみたいな意味がちょっと薄れてくるから、こう特に日本の経済が発展していきましたみたいな歴史とかすごく大きな出来事に限ってはとしてを使った方がいいような気がしますね。まあそんな感じ。3つ目が中心になって、ここがね多分一番難しい。になってだからもう雰囲気違うよね。としてとかと雰囲気が違う。これが最後に言ったこう主体性が強い文法。主体的で能動的。能動的にってね、自分から動くとか意思を持ってするみたいな意味がある。だからリーダーとか意志が強かったりとかっていうような意味が入ってきます。だからこれまでのものと結構雰囲気が違うかな。キーワードでいくと、さっきも言った主体性、主体的、あとリーダーシップ、リーダーの部分が強いですよね。で、視点が全然違います。今まで客観的な視点、外から見たものだったり、何か歴史みたいなものを遠くから見た時の役割をはっきりさせるみたいなものだったんですけど、このが中心になってっていうのは、この後ろで起こっていることの主人公とか、それをした人みたいな視点が強くなる。例文見ていきます。学級委員が中心になって意見をまとめた。学級委員が中心になって意見をまとめた。これは外から見た場合に学級委員が頑張っていたとかではなくて、この学級委員が自分から進んでこう意見をまとめるっていうことに力を入れたみたいなイメージがある。だからこれを聞くとなんか頑張っている学級委員の顔がイメージできるようなイメージかな。学級委員が中心になって意見をまとめた。他の人も頑張ってるんだけど、特に学級委員が頑張って能動的に主体的に動いたよっていう意味ですよね。若手社員が中心になって企画を立ち上げた。若手社員が中心になって企画を立ち上げた。これも、さっきのものと同じで、この企画を立ち上げるっていう時に一番こう前に出て私がやりますって言って頑張ったのが若手社員だったと。で他の人もついてきたし、他の人も参加してるんだけど、特に表に立って頑張ったのは若手社員だった。若手社員が中心になって企画を立ち上げた。この何かをした、何かが起こったっていう時の一番意思を持って主体性を持ってやった人っていうのを取り上げて強調することができる。そんな文法ですよね。彼女が中心になってイベントは成功した。彼女が中心になってイベントは成功した。これは何かをしたっていうより出来事ですよね。イベントが成功した。起こった出来事の中で一番前のめりになって頑張っていた人みたいなイメージ。彼女が中心になってイベントは成功した。彼女を中心としてイベントは成功した。でもできるんだけど、これだとね結構イメージが変わります。彼女を中心としてっていうと、こうイベントを企画している人の目線になるんですよね。外からの目線になっちゃう。だから彼女の意思があったかどうかが分からなくなるんですよね。全体的にこう彼女以外いろんな人が関わっているものの割合が彼女が一番大きかった。で、任された役割が彼女が一番大きかったぐらいのイメージしか出てこないんですよ。だからイベントを作った人の目線とか、イベントを評価している人の目線で話すと彼女を中心としてになる。だけどこれは彼女が頑張ってやったんだよっていうのが伝えたい。
こと、こう彼女の主体性、リーダーシップ、こう意志の強さみたいなものを表に出したいときに使うものであると、こんな感じですよね。3つ結構違うと思う。結構違うと思います。それぞれちょっとね改めて見ていこうかなと思いますけど、中心にしてを中心にして、これは物理的な場所だったり、何かを作る、何かが起こった時の土台になったもの、一番最初に使われた軸となるものみたいなイメージですね。で、主体性は低いです。この客観性が強い、客観的描写って言うんですけど、客観的描写が強いですね。何々を中心として、これは中心にしてが場所でいうと、中心としてっていうのは役割、一番大きな役割、代表とか主軸ね、一番大きな軸、真ん中にある軸、主軸っていうんですけど、この意味が強い。で、主体性の度合いっていうのは中くらいね、間ぐらいです。なんでかっていうと、役割が出てくるからね、リーダーみたいな、代表みたいな役割が出てくるので、ちょっとこうその人の行為が際立つ、目立つかなと思います。外からの分析だったり、説明とかデータに関係することとかによく使われますね。これは書き言葉、話し言葉でも使うけど、ニュースとかだから、結局ニュースって書き言葉をそのまま話してるようなものなので、硬い表現です。最後が中心になって、これね、ここで主体性が大きくなります。主体的な行動を表すものですね。何かのリーダーになっていたりとか、強い意志を持ってこう後ろで説明することが行われたっていうのを伝えることができる。なので、人とか組織とかグループの中だったり、それ自体のリーダーシップを表したりする。なので活動に関することが多いですよね。さっきのイベントは成功したとか、意見をまとめたとか、企画を立ち上げたみたいな、データとか結果とか何かの過程に関することっていうよりは、誰かがやった行為について説明をするときに使う。そこで一番リーダーシップを持って意思を持って頑張っていた人みたいなものをピックアップできるよと、そんな文法ですね。この3つ、にして、として、になって、この3つがねかなり難しいですけど、中心以外にもこのにしてとかとしてとかになってっていうのをね使う文法っていうのはあるので、一つずつ覚えるっていうよりは、このにしてとかとしてとかになってっていうものの意味を覚えるのが早いかなと思います。今回の文法に関しては中心っていうのがね分かりやすい言葉なので理解はしやすいと思いますね。誰が、どのように中心なのか、どんな状況でどんなイメージで中心なのかっていうのが全然違う。だこれ例文をねいくつか見てみると雰囲気全く違うので、かなり練習をしていけば、問題をかなり読んでいけばできるようになるんじゃないかなと思います。で、この文法をじゃあいつ使うのと、どういう時に使うんですかって言われると難しいよねだって簡単な文章で2つに分けて説明っていうのができるので、実際にどうやって使うんですかって言われても使わなくても生きていけるっていうのが本当のところ本を書く、報告をするとか硬い文章を書いたりするとき、自分がやった経験の説明とか、例えば自己アピールみたいなものをするときに、私が中心になってこのイベントを行って結果成功に導きましたみたいな、自分の主体性をアピールするみたいなのでも使えるし、自分の街を説明するときとか、新しい何かが行われるっていう時の説明で、より具体的にアピールポイントを説明したいっていう時は、さっきの
新しい店がオープンするみたいな感じで、駅前を中心にして新しい店がオープンしますっていうのは、駅前だけじゃなくてこの駅の周り全体がすごく活発で元気な雰囲気になるんですよみたいな、この状態とか未来の状況みたいなものもアピールできる。何かをグッと引き立ててアピールしたいっていう時に使うことができるようなものですよね。なので、日常会話で使わずに生きるっていうのは全然できるけど、使うことができると話したいことの解像度っていうんですけど、解像度って細かさ、この説明のニュアンスの細かさが全然違うので、これはね、個人的には余裕があるなら覚えておいた方がいいのかなと思います。これ使えるようになったら相当すごいね。多分 N さんの人でもこれを自分からこう会話だったりメールだったりで自分から使うことができる人っていうのは少ないんじゃないかなと思います。聞いて理解ができるのはできると思う。これだってにしてとしてとか分からなくても中心っていうのだけ聞こえればなんとなく雰囲気つかめるでしょ。やっぱ聞くとか意味を理解するっていうのはできると思うんですよね。ただじゃあそこで自分で使えるかっていうのが本当に N さんのレベルがあるかどうかっていうのが試されるところなのかもしれない。特に N さんとってじゃあ N にとって通訳していきますとか翻訳の仕事したいですとか、もっと高度な、高いレベルの日本語が求められる仕事になった時に、こういう中心としてみたいな、もっと簡単な言い方はあるけどわざわざ作られている硬い表現っていうのは、できるようにならないと信頼があんまり得られないかもしれないですよね。僕も今技能実習生に関わる仕事をしているので通訳をする人っていうのはたくさん見るんですけど、やっぱそういうちょっと硬い表現が使えるかどうかで日本語上手だなって思ったりとか、逆に簡単な言葉ばっかり出てきたりするとこっちが話す時にもちょっと優しく柔らかい文章で話そうかなと思ったり、いろんな対応が変わってくるので、こういうところは自分で文章を作ったりとかして練習するといいですよね。なのでね、今日はこの3つを取り上げていきましたけど、もっといろんなねN3 から上の紛らわしい文法にとか、あと言葉とか表現について話していこうと思うので、なんかリクエストあったらいつでもコメントとかメッセージを送れるところに送ってください。よろしくお願いします。じゃあまた次のビデオでお会いしましょう。ありがとうございました。